皆様、本日はですね、パスタなんだけど、まとめて煮込むだけでできるフライパン一つで、まとめて煮込むだけでできる絶品ミートパスタ作っていきたいと思います。拍数で、今回は本当にもう全部あっちゅうまでできるのでやっていきますね。まず玉ねぎ1個、パスタの量は 300g で2人前って考えていきますね。はい、玉ねぎを適当にカットしたらブンブンチョッパーでみじん切りにしちゃいます。あと今回フライパンでね一気にやっちゃってこのパスタやるんだけど、もしねちょっとフライパンがちっちゃいよって方は、僕のやつはそのまま入るんだけど、ちっちゃいよって方はまあ半分に折ってもいいし、ちょっと水につけとけば柔らかくなるので、プラス生パスタ、そうもちもち感が出るんで、火入れの時間はそんな変わんないんだけど、ちょっとふやかしてあげるのもありです。ちょっと1玉分は多かったんで半分にしました。これでブンブンします。5回ぐらいでいい感じの粗みじんになるね。これくらいでもう、そしたらこれ全部フライパンに入れちゃってください。そしたら残りの玉ねぎもやっちゃいます。やっちゃいますね。でそしたらお次マッシュルーム1パック分、こちらももうブンブンチョッパーでみじん切りにします。まあ玉ねぎほど硬くはないけど、これも2回ぐらいに分けた方がいいと思います。じゃあマッシュルームね、ちょっと玉ねぎで見えないけど、はい、こんな感じでみじん切り。そしたらこれもフライパンにポンで、残りのマッシュルームも同様にみじん切りにしちゃいます。でこんな感じでね、きのこ入れるとうまみが上がるので、マッシュルームだったり、まあ別にしいたけとかでもいいし、この辺入れてあげて。ではお次こちらニンニク、ちょっとこれ軽く芽が出始めてるので、ちょっと真ん中で切って芽を取り除きます。2かけから3かけですね。こいつはちょっと取っちゃいます。そしたらこちらはちょっと潰しちゃいます。包丁の背とかで全てね危なくならないようにね、潰した方がね香りがよく出るので潰してあげて。そしたらこちらもフライパンにも全部入れちゃいます。そしたらあとフライパンの中に牛ひき肉合いびきですね。今回牛7豚3のやつを 300g ポンにローリエを2枚ほど入れて、コンソメキューブこれ1個入れます。今日は俺はもうね主婦の味方です。あっという間に。今日もだけどねでここにオリーブオイルを大さじ2杯ほど、塩コショウ少々、お塩とコショウ、まあ最後まで仕上げでコショウはやるんだけど、まあ、軽く。そしたらお次こちらホールトマト1缶分入れちゃいます。はい、もう入れちゃいます全部。でここにお水を 600cc で、お水 600cc なんだけど、まずちょっと400ぐらいこっちに入ってるんで、ちょっとカンカンを洗いながらトマトを逃がさないように全部入れちゃいます。 OK、 きれいになった。そしたらもうプラス200の合計 600cc のお水、ケチャップこちら大さじ2杯ほど入れときます。甘みが好きな方はもうちょっとケチャップ入れてもいいよ、お子様向けのねミートソースにするなら。でここに赤ワインを 200cc、 安いのでいいよ、風味付けとかなんでね、お酒のうまみとあと肉の臭みもなくなるんでね。はい、 OK だけ全部もう素材を全部入れちゃって、でまあ今のうちにホールトマトだけ軽く潰しといてもいいけど、そしたらこちら火にかけていきます。でこれ火にかけつつちょっとトマトは潰してあげて、軽く沸騰してからこちらのパスタ入れるんだけど、今回これ9分茹でるやつのパスタなんだけど、こちら入れてその半分の時間4分30秒ぐらいは蓋をして煮込みます。でその後蓋を取ってから、あとはパスタがねアルデンテになるまで一緒に煮込んでいく感じですね。ではこんな感じで軽く一煮立ちしたので、ここにパスタ 300g 分入れちゃいます。はい、パスタ
そうちょっとくっつかないようにね。でパスタがだいぶ水分は吸ってくれるので、こんなスープパスタみたいな見た目になってるけどだいぶかさは減ります。で適度にほぐして、今軽く柔らかくはなってるんで、はい、こんな感じになったら蓋をして、今回9分のやつなんで4分30秒から5分ぐらいでいいかな。この状態でパスタ入れちゃいます。では5分経ったら蓋を外して、まだね麺は全然硬いんで、この状態でもう標準茹で時間は9分なんで、もう4分プラス 2,3 分ぐらいの間隔茹でてあげてください。で今回のパスタ、普通常のパスタなんだけど、できればねこれ普通のやつとかちょっと太めのパスタ使う方がいいですね。で今これ追加で今3分煮込んでる状態なんだけど、これ分かるかな。もうだいぶさっきシャバシャバだったのがとろみが出てきて、パスタからのね出るでんぷんとかもあるのでちょうどいい感じになってきましたね。でさっきのパスタよく見たら標準茹で時間9分なんだけど、アルデンテに仕上げるには7分って書いてあったので、一応今回は合計蓋をしてる時間も合わせて10分で様子を見ようかなと思います。最後もねまたちょっと水分も吸い続けると思うので、ただこういう太麺のパスタを使うとそれも水分吸ってもね美味しく仕上がってもちもちに仕上がると思うのでおすすめ。じゃあこれくらいになって、スープの感じもね本当にただのミートソースぐらいの濃度になったら完成なので、あとは最後ね上に粉チーズとかパルミジャーノレッジャーノとかかけてあげて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いやこれ何がすごいって、もう最初から全てがもう味をいい感じに吸ってるとこも素晴らしいですね。混ざってるもんね。いただきます。うまっ。楽ちんでこの味だから、なんだろう、お店のミートソースみたいな味。トマトがしっかり効いてて、マジでこれフライパン一つだと絶対思わないよね。うまっ。で今最後にさパルミジャーノかけてるじゃん、あと黒胡椒か、このやっぱパルミジャーノの塩気とあってちょうどいいぐらいになってるね今。うまっ。めっちゃうま。楽だわ。本格的なんだけど、でこうちゃん言ってくれたと思うけど、こういう感じにしてくれたら麺が柔らかくなってもずっと美味しいよね。もうすっごい吸ってるからさ、めっちゃ熱いよね。でもそこも相まってうまい。めっちゃうまい。赤ワインもすごいいい感じに効いてるし、コクがすごいある。チーズ増量していい？うまいんだけどめっちゃうまい。追いチーズでね、絶対うまい。うまい。うわ、うまい。パルミジャーノレッジャーノだと大人な感じで、いつもの粉チーズだとちっちゃい子も大好きなんだろうなっていう味になる。パルメザンね。そう。うまっ。これマジで超好きだわ。であとさ、キッチン見たらさ、マジフライパン1個しか足してないからさ、あと片付けだよね。本当にそれだよね。やっぱ鍋一つ出すのってさ、この時期もそうだけど、残暑もあるしさ大変じゃん。それはすごい本当にいいレシピだね。で今回2人前作ってるけどさ、1人前で半分量作っちゃえばさ、正直もう1人でご飯食べるんだったらフライパンごとでいいじゃん。もう楽ちんよ。なんか幸せ、こんな短時間でこうちゃんがちゃっと作ってこんな美味しいのが食べられるんだったらもうやばい。本当に
いやこれはちょっとでもこれ食べれるから俺このスプーンマジいいな大きくて。このスプーンマジでいいけど残ったやつにパンつけて絶対うまいよ。あうまいね。それやりたいけどわかんないからさ。でもさじゃあこれね俺の方が多分ワンチャン麺多かった。麺多かったね。待ってちょっとあげる。俺ねニンニクプラスもう全部一緒に食べるわ。今回さカットしたニンニク結構大きめに入ってるからさ、うん形として残ってんだけどね、それと食べたらマジでピカイチ。もうやばい。パンチの効いためっちゃうまくない？おつまみだねもうねここまで来ると。うまっ。分けてもらったパスタがもうなくなったマジでさ最高の贅沢じゃん。俺大好きなんだよね。最後残ったミートソースのソースだけ食べる、めっちゃうまくない？ということで本日はですねまとめて煮込むだけで超美味しい、ミートソースおこうちゃんに作っていただいたんですけども、まあ本当にね食べていただいたら分かるんだけど本当フライパン一つでできたと思えないぐらいめちゃくちゃ本格的な味してます。本当お店みたいな味がしてるんでぜひ皆さんに作っていただきたいっていうのとで今回その煮込んでる時間帯ちょっと超えたとしても太い麺を使えば逆にいっぱい吸ってそれはそれで美味しいんですよ。アルデンテももちろん美味しいんだけどちょっとね伸びたじゃないけど、そういう感じになっていっぱい吸ってるパスタでもめっちゃ美味しいのでぜひね作ってみてください。何よりねやっぱり洗い物も少なくて済むしやっぱね火をね一つのところで済むっていうのは主婦の皆さんはね絶対喜んでいただけると思うし一人暮らしの方もね一つしかコンロがない家でも作れたりするのでいいかなと、さすがこうちゃんだなと思いました。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またねバイバイ。